うわー、ちょっとショック。先日お迎えしたハチェットに白点病らしき症状が発生しています。はい、どうもビバです。先日お迎えしたハチェット、今朝確認したところ白点病みたいな症状が出ている子がいます。3匹お迎えしたんですけど、3匹とも出てそうですね。目視で確認できるので3粒4粒白い点々が出ています。発生初期でしょうか。軽い症状だとは思うんですけど、これは治療しないといけない。白点病なんて何年ぶりだろう。この水槽は30センチキューブ水槽です。ヒーターとか入れてないので、水温は若干低め、24度ぐらいでしょうか。熱帯魚飼育するには、ちょっとだけ低めの水温なんですけど、新たにお迎えしたハチェット、水温の変化に耐えられなかったのかな。白点病が発生してしまいました。これから治療をしていくんですけど、まだ軽症だと思うので、この水槽にお魚用の薬を入れて治療をしていきたいと思います。ちなみに白点病を発症しているのはハチェット3匹だけで、他のグリーンネオン、ファイアーテトラ、赤ヒレ、クリステラ、オトシンクルス、サヤミズフライングフォックス、コリドラスパンダ。他の魚には白点は発見されませんでした。ちゃちゃっと治療の準備をしていきましょう。白点病の治療方法はネットや本を探すといろいろ出てくると思います。今回は轟元気さんという方のブログを参考に治療を進めていきます。轟さんはアクアリウムショップ経営されていて、情報の正確性はとても高いと思います。僕も轟さんのブログめちゃめちゃ信用して拝読してるんですけど、動画概要欄に轟さんのブログのリンク貼っておきますので、まだご存知ない方いないと思いますが、気になる方はチェックしてみてください。有益情報満載です。今回治療に使うのはアグテン。今回ハチェット入れてる水槽が水草水槽なので、水草にも安心の白点病の治療薬です。白点病おぐされ症状水カビ病の治療薬、マラカイトグリーン水溶液、アグテン、水草に安心。例によって青い薬ですね。これを使っていきます。そして水槽の水温を上げるためにサーモスタット付きのヒーターを設置します。白点病はその生涯の中で3つの形態に変化するらしいんですよ。魚の体表についている白い点の状態ではこういった薬が効かないんですけど、体から離れて水中を漂ってまた魚にくっつく、その漂ってる期間にこの薬が効くらしいです。そしてその3段階形態変化するサイクルがヒーターで28度から30度にすると早まるらしい。なのでそのサイクルを早めることで薬の効く期間を早めるというか、水温高くしとけば治療する期間が短くなるよっていうお話かと思います。今回はそれを鵜呑みにしてやっていきます。もう薬とかね、わかんないからね、有識者の情報を鵜呑みにするしかない。ではヒーターを設置して28度設定にしてアグテンを投薬していきます。さてヒーターどこに設置しますかね。この水槽ヒーター設置する想定じゃなかったので、ヒーター貼り付ける場所がないんだよな。この奥面に貼り付けよっか。ここのでっかいな、ヒーターでけえわこれ。ここら辺で、これなら蓋もしやすいね。画面で見て左奥に設置しました。そしてサーモスタットの温度センサーですね。温度センサーも取り付けないといけません。 OK だね。あとはヒーターをつなぐだけ。ヒーター作動中です。水温は29度に合わせておきましょう。無事にヒーター稼働してますね。時空の歪みが発生している。なんか久しぶりにヒーターつけたから懐かしいな。今回ヒーターカバーはつけてるんですけど、スリットが大きいので不安なんですよね。なんか挟まり事故起きそうだったらヒーターカバーは外しちゃおうかな。いいね。順調に温まってますね。これで白点病のサイクルが早まると。アグテン入れてないや。危ない危ない。のんびりしてた。アグテンの規定量は30リットルに3ミリリットル。今回は30センチキューブ水槽なので約30リットル。今回はこの100均のシリンジで 2.5 リットル取りました。じゃあ投薬しましょう。青いなぁ。
若干全体的に青くなったような気がします。今回の治療では1日1回規定量のアグテンを投薬。ただしその際に水槽がまだ青いようだったら薬が残っているので、その時は投薬を控えて翌日へ持ち越す。それを3、4日繰り返して魚の体表の白点を確認する。これを続けて1週間ぐらい見守って、白点が改善されてなかったら重症化の可能性があるので別の強いお薬を試す。1週間経って白点が改善されていれば治療は完了っていう感じでしょうか。とりあえず1週間はこの状態になっちゃうんですね。鑑賞面ではちょっと残念な感じですけど、まあ魚の症状が治んないと話にならないので、しばらく治療頑張っていきます。この水槽では外部フィルターを使っているんですが、治療中のフィルターどうするか、これは轟さんのブログでは記載がなかったんですけど、日動さんのホームページに記載がありました。治療中でも外部フィルターはそのまま使っていて大丈夫だそうです。ただ治療が終わったらろ材をきれいに洗ってくださいとのことでした。またフィルター内に活性炭とかゼオライトを入れている人は必ず取り出しましょう。活性炭というとブラックホールが有名だと思うんですけど、活性炭やゼオライトは治療薬の成分を全部吸着しちゃうらしいので、水槽に薬を投薬する場合は活性炭やゼオライトは取り出しましょう。白点病は熱帯魚の病気の中ではとてもメジャーなものだと思います。その分ネットとか雑誌とかで治療方法も紹介されているので、とても治療のしやすい病気かと思います。ただ今回思ったのは、白点病の薬常備しておいてよかったなっていうのが正直な感想です。皆さんも万が一の白点病、お薬は用意しておいた方がいいかもしれません。我が家では本当に久しぶりのお魚の病気です。これまで病気しなかったのが誇りだったんですけど、いやー残念ですね。とりあえず今は治療に専念していきたいと思います。現段階で他の魚に発症してないのが唯一の救いですね。頑張れハチェット。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。なんとかこの白点病治療して元気な水槽をお届けできればなと思います。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。